はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、老化の原因、活性酸素と、この活性酸素を減らす方法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは老けたくない、できるだけ老化を遅らせたい、遅くしたいと考えてはいないでしょうか。例えば、同級生よりも早くは老けたくはないですよね。同窓会に行った時に、周りの人よりもね、明らかに老けてしまっていて、あの人誰だっけなんていうふうに言われた日には、誰だって深く傷ついてしまうと思います。で、以前まではですね、老化というのは時間とともに進むものですので、仕方がない、諦めるしかないというものだったんですけども、今や老化のスピードというのはあなたの努力次第で大きく変えることができる、コントロール可能なものだと科学的に判明してきているんですね。ですから、もしあなたが同年代の方よりも老けて見られるのであれば、それはあなたの老けないための努力が足りないからなんです。で、そんなですね、老化を早く進めてしまう原因の一つに活性酸素があって、この活性酸素は老化を大きく進めてしまうほか、病気の原因にもなってしまいます。で、そこで今回は老化の原因物質である活性酸素と、この活性酸素を減らすための3つの対策方法をお伝えします。この動画をご覧いただくことで、活性酸素の老化を促進する働きと、活性酸素を減らす方法が分かって、老化を大きく遅らせて若い体を手に入れることができます。逆にご覧いただかないと、老化を早く進めてしまう原因であるとか、対策を知る機会を失ってしまうことになりますので、対策ができないまま老化がどんどん進んでしまいますので、見た目が早く老けてしまって、いずれショックを受ける機会が出てきたり、早いうちから病気になるリスクが高まってしまいますので、ぜひ最後までご覧になってください。で、あなたはですね、活性酸素って知っていたでしょうか？また、今まで対策をしてきたでしょうか？もしもですね、活性酸素について、そんなの今日初めて聞いたんですけどという方とか、活性酸素の対策なんてあるんですかなんていう方、そんな方もね、やっぱりいらっしゃると思います。そのような活性酸素の知識がゼロの方に、これはですね、失礼を承知でお伝えさせていただきます。そんなあなたは今までにもうですね、急速に老けてしまっています。そうなんですね。活性酸素はちゃんとした対策を行っていなければ、あなたをどんどん老化させてしまう恐ろしい物質なんです。ですので今回この動画をですね、いいきっかけだと思って、ぜひ活性酸素がですね、どのような物質で、どのような対策が必要なのか、ぜひ私と一緒に学んでいただきたいと思います。私もね、まだまだ勉強中の身ですから、健康と美容のために一緒に頑張りましょう。で、まずですね、活性酸素についてなんですけども、活性酸素というのは他の物質を酸化させてしまう非常に強い酸素のことで、私たちの体も酸化してしまうんですね。で、酸化は体のサビというふうに呼ばれています。で、例えばですね、その鉄とかね、金属類って錆びるじゃないですか。茶色くなってね、ボロボロになってしまって崩れ落ちてしまいますよね。錆というのが体でも起こるんですよ。錆というのは鉄が酸素と結びついて酸化した状態ですから、これがですね、私たちの体でも同じことが起きてしまって、私たちの体の細胞と酸素が結びついてしまって、同じようにですね、ボロボロに崩れてしまうんですね。で、私たちは呼吸をする動物なんですけども、呼吸をするときですね、酸素を取り込みますよね。で、この時ですね、酸素を使ったときに、その使ったうちの約 2% が活性酸素になるというふうに言われています。で、この活性酸素はですね、体本来の役割としては、細菌であるとか、ウイルスを倒す、その免疫機能のね、助けをする働きをするものなんですけども、活性酸素が多すぎると、正常な細胞であるとか、遺伝子までも酸化させてしまう。つまり、そういった細胞とか遺伝子までも攻撃をしてしまうという特徴があるんですね。で、私たちの体はたくさんの細胞から作られていて、34兆個とも言われるその細胞が寄せ集めで作られたものなんですよ。ですから細胞が傷つけられてしまうと様々なデメリットが出てきてしまうんですね。で、分かりやすい例では老化が進んでしまうということなんです。
で、例えばですね、肌の細胞が傷ついてしまうと、シワであるとか、シミとかに肌の老化が起きてしまうんですね。あと、コラーゲンとか、その分解されてしまうと、コラーゲンが肌の張りとかを作ってしまいますので、この張りがなくなってしまう。つまり、肌の老化が進んでしまうんですよ。で、髪の細胞はね、傷ついてしまうと、髪質が悪化してしまいますよね。バサバサしたりとか、枝毛とかが増えてきてしまったりですね、キューティクルが失われてしまうんですよ。だから、こういった体の老化が通常よりも早くなってしまうんですね。見た目の老化が進んでしまうんですよ。で、冒頭でもお話ししましたが、例えば同窓会に行った時にですね、同じ年齢のはずなのに、見た目の年齢がめちゃくちゃ老けている方、あるいは逆にですね、同じ年齢のはずなのに、めちゃくちゃ若く見える方っていますよね。あの人、高校生の時と同じで、顔が全く変わってないね。若いなぁなんていう方であるとか、あっちの人、シワの多い白髪混じりの人って、なんかあの人見たことあるかな、全然知らないけど、あの人も同級生なのかな、誰なんだろうねなんて、老けすぎて誰なのか気づいてもらえないような方もいらっしゃると思います。私もですね、中学校の同窓会に参加した時に、もう全然顔が変わっちゃってですね、誰だろうっていう人やっぱりいたんですよね。で、それとは逆にですね、もう中学校の時と同じような顔でそのまま成長していて、あの人若いなっていう人もいらっしゃるんですよ。で、あとは肌はね、めちゃくちゃ現れますよね、年齢がね。手とかもそうですけども、肌ってすごい年齢が出てくるんですよ。シワであるとか、張りが失われるとかね、これってめちゃくちゃ年齢出ますよね。だから、あの人めちゃくちゃなんか肌年齢悪そうだなっていうのがすぐ見た目でわかるじゃないですか。で、逆にですね、もうピチッと張っていてね、その毛穴が閉じているようなきめ細かい肌の方っていらっしゃいますよね。これは、その同級生でもね、いらっしゃるはずなんですよ。これがまさにですね、細胞が傷つけられているかいないかの違いになるんですね。で、活性酸素は年齢とともに増えていきますが、他にも強い継続的なストレスや食品添加物とか肥満であるとかタバコ、激しい運動、多量の飲酒、紫外線、排気ガスなどの大気汚染などによって増えやすいというふうに言われています。で、活性酸素は老化の他にもですね、様々な病気の原因にもなっていきます。例えば、がんであるとか糖尿病とか脂質異常症とか動脈硬化などの生活習慣病、あるいは胃潰瘍であるとか肺炎、認知症、アトピー、リウマチ、白内障などなど様々な病気の原因になってしまうんですね。で、生活習慣病のうちですね、なんと9割が活性酸素が原因ということがすでに分かっているんですよ。ですから、様々な原因でどんどんこの活性酸素が増えてしまって、病気のリスクをめちゃくちゃ上げてしまうという対策することが必須である恐ろしい物質、それが活性酸素なんですね。ということでね、活性酸素について少しは分かっていただけたでしょうか。なるほどと。分かったと。活性酸素のせいでね、老けるのが早くなってしまうのはとても嫌だし、病気にもなりたくない。もうどうしても活性酸素のリスクから逃れたいから、もう早く対策を教えてください。そんな声が聞こえてきそうです。ということでね、活性酸素の恐ろしさが分かっていただけたところで、対策編なんですが、活性酸素の被害を減らす方法が3つあるんですね。で、それが抗酸化物質といって、活性酸素と結びついて害のない物質に変化させる物質を取ることなんです。で、この抗酸化物質をちゃんと取ることで、抗酸化物質が活性酸素を分解して無害な物質へと変えてくれますので、活性酸素のリスクを減らすことが可能なんですね。で、抗酸化物質はね、今までの研究でいろんなものがあることが分かっていて、まずは食べ物があります。で、野菜や果物などに多く含まれているビタミンであるとか、特にね、ビタミン A とかビタミン C とかね、ビタミン E などのビタミンであるとか、イワシやサバなどの青魚に多く含まれているコエンザイム Q であるとか、大豆、玉ねぎ、ごま、コーヒー、米ぬかなどに多く含まれるポリフェノール、ニンニクやネギ類に多く含まれる硫黄化合物、緑黄色野菜や柿などに多く含まれるカロテノイドなどがあります。で、これらの抗酸化物質をちゃんと摂ることで活性酸素を分解してくれて、がんを抑制したり動脈硬化を予防してくれますし、生活習慣病予防になりますので、とても健康効果が高いんですね。で、また抗酸化物質を摂ることで活性酸素が肌であるとか髪の毛の細胞を傷つけること、つまり老化を防いでくれますので、アンチエイジングにもとても効果的なんですね。ですから、健康的にも美容的にもね、やっぱりこのビタミンであるとかポリフェノールなどの、活性酸素ね、
抗酸化物質をバランスよく摂るための食事というのがまずは重要となります。もうこれは必須ですよね。で、そのバランスのいい食事をしてもらわないといけないんですけども、そのために必要なというか、便利な食事法がこちらの孫優しい食事というものになります。で、これはですね、体にいい食材の頭文字を取った言葉で、この孫は優しいの食材を毎日取れることで、とても栄養のバランスが整うという、とても便利な食事法なんですね。特にそのビタミンがね、このビタミン A がこれに入ってるから、ビタミン B がこれに入ってるかどうかを気にせずにですね、これを孫優しいの食材をバランスよくというか、いろんなたくさんの食材を取ることでですね、もう栄養のバランスが整いますから、もうこれだけで十分なんですよ。ですので、まずはこの孫優しい食事を実践しましょう。で、その上でですね、この食事を実践した上で、さらに効率よく、強力に活性酸素を分解したいのであれば、抗酸化作用で効果的な活性酸素を除去する力を持つ酵素があります。それは SOD、スーパーオキシドディスムダーゼという酵素なんですね。で、この SOD は体内で作られる酵素で、いつまでも若々しく元気な人は血液中にこの SOD が多いというふうに言われています。で、そんな老化を防いでくれるというとても素敵な働きをする SOD なんですが、これを体内で作るためには必要なミネラルがあるんですね。例えばマンガンであるとか銅、鉄、亜鉛などが必要となってきます。で、これらのミネラルをバランスよく含んでいるのがルイボスティーなんですね。で、私の整体院ではですね、必ずこの飲み物はね、ルイボスティーがおすすめですというふうにお話ししているのが、その理由の一つがね、この抗酸化作用が強力だからなんですね。で、特に私がおすすめしているのがこのルイボスティーポノなんですけども、ルイボスティーもね、ピンキリなんですよ。成分がそんなにね、入っていないような、もう薄いような、もう質の悪いものがある一方で、こういった最高品質のルイボスティーもあるんですね。で、これは最高品質の茶葉だけを使用して、無農薬、無添加のものですので、体に害がなく、抗酸化作用もトップクラスの商品になっています。で、また、ルイボスティーはノンカフェイン、ノンカロリーですので、お子さんから高齢の方、そして妊娠中の方まで安心して飲むことができますので、日常的にね、その家族みんなが飲むお茶として最適ですし、とても健康的なんですね。そして何よりこれってね、とても美味しいですので、おすすめなんですね。で、またこれね、30パック入ってるんですが、1パックあたり 1.8 リットル煮出せますので、コスパ的にもね、すごくいいんですよ。ですので、この孫優しい食事とルイボスティーですね、この2つをぜひ実践してみてください。で、ここからですね、さらにもっともっと活性酸素を減らしたい、もうどうしても老化を防ぎたい、ずっと若くありたいと願うのであれば、水素水もぜひご検討ください。で、水素水は様々な研究から抗酸化作用があることが分かっていますし、で、水素水もですね、その最強の抗酸化物質と言われる、そのスーパーオキシドというものをね、この分解できるルイボスティーと一緒で、それを分解できるその強力な作用を持っているんですが、水素水の場合にはもうちょっとね、その弱いランクの活性酸素を分解できる能力を持っていますので、めちゃくちゃ強いものから弱いものまで、全てを網羅して活性酸素を分解してくれるという、その広い働きがあるんですね。で、日常ですね、頻繁に飲むであろう飲み水が活性酸素を分解してくれるわけですから、摂取頻度を考えた場合、その抗酸化作用はめちゃくちゃすごい効果があるんですよね。やっぱり取る頻度って多いじゃないですか。お食事であればね、3食の時にね、取ればいいんですけども、それを取らない時もあるでしょうし、ルイボスティーもね、飲んでいただければいいんですけども、これずっと日中飲むっていうのもなかなか難しい方もいらっしゃると思うんですよ。で、その点ですね、水素水というのはもう水ついで飲むだけですから、とてもお手軽ですし、作る必要もないですし、やっぱりその頻度がやっぱ多くなりやすいんですね。ですからその分ですね、抗酸化作用も強力になってきます。で、また水素水の研究報告では、脳の活性酸素を 27% も減らしたという報告もありますので、脳の活性酸素を減らしたという報告ね、この水素水以外に見たことないんですよ。ですから認知症の予防的にもね、結構効果的でもありますし、この水素水って科学的にもその効果が支持されているんですね。ですので、孫優しい食事をするのは、お料理をする時間がないから大変だと。そしてルイボスティーを作るのもね、なかなか毎日は大変だし、それを飲むのも大変だという方はですね、水素水であれば、これはね、もうお水をね、ひねって毎日飲むだけですから、これだったら誰でも続けられると思いますし、水であればね、常に飲むものですから、食事の時間だけでなく、もういつでも抗酸化作用を発揮できるというメリットはやっぱり大きいですよね。
ですからこちらもね、おすすめです。で、孫優しい食事とルイボスティーの効果、そして水素水の研究から分かった効果については、それぞれ別の動画で詳しくお伝えしていますので、次はぜひこちらの動画をご覧になってください。で、活性酸素は見た目が老けて年を取っているように見られるだけではなくて、健康的に大きなリスクがある危険な物質なんですね。しかし今、様々な研究からこの活性酸素を分解して老化を遅らせる方法が見つかってきていますので、ぜひ今日から老化を遅らせて若い体を手に入れられるように努力を始めましょう。私の生態やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただけたら、下の説明欄にリンクありますので、そちらからご覧になってください。また、今回の内容がためになったなと思っていただけたら、チャンネル登録をするかはお任せしますが、ぜひもう一本動画をご覧になっていただいて、健康で痩せて綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。